皆さんこんばんは、さちです。今回はキャンメイクの新色を使って夏祭りにぴったりなヨーヨーネイルをご紹介します。チラチラと輝くピンクラメがとっても可愛いデザインです。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。ベースコートは D アップのストロングガードを使いました。まずはキャンメイクの N130 番を薬指以外に塗っていきます。こちらのカラーは先月発売された新色が4色発売されましたが、こちらのカラーは特にお気に入りの1色です。透け感のあるホワイトに微細なピンクラメの輝きがとっても綺麗なカラー。画面で見るよりも実物で見る方が100倍綺麗な輝きなので、皆さんにもぜひ使ってみてほしいです。ちなみにこちらは定番色なのでいつでも購入可能です。キャンメイクは定番色がかなり減ってしまったので、今後も定番色をいっぱい増やしてほしいですよね。薬指にはキャンメイクの N129 番を塗ります。今回発売された新色の中でこちらのカラーだけ限定色になります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。そのまま N129 番を使います。ボトルの口でハケをしごいて本当に少しだけ液を取ったら、親指の爪先4分の1くらいに薄く重ねていきます。グラデーション1回目はほんのり色がついてるかなってくらいで大丈夫です。こんな感じ。薬指以外の他の指も同じように爪先に重ねていきます。グラデーションは爪先を濃く発色させようとつい厚く塗ってしまいがちですが、液量をしっかり調整して薄く重ねていくのがポイントです。薄く重ねていくことで境目が自然に馴染んで綺麗なグラデーションに仕上がります。薬指は2度塗り目を塗ります。ここまで塗れたら1分くらい乾かします。2回目はハケ先3分の1くらいに液を取って1回目よりもさらに深めに重ねていきます。まずは1回目に重ねた範囲に塗ってからハケに残った液でさらに深めに塗っていきます。こんな感じ。他の指も同じように重ねていきます。少しずつ深くすることで境目が薄付きになるので自然に馴染んで綺麗なグラデーションに仕上がります。グラデーションは境目がくっきり目立ってしまうと段差ネイルみたいになってしまいますが、こちらはベースにピンクラメが入っているので爪先のピンクと綺麗に馴染んで失敗しにくい組み合わせだと思います。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。3回目はハケ先半分くらいに液を取って爪先半分くらいに重ねていきます。先ほどと同じようにまずは2回目に塗った範囲に塗ってからハケに残った液でさらに深く塗っていきます。こんな感じ。ベースのホワイトとの境目は一直線に揃わないようにジグザグを意識して塗るとさらに綺麗になじみます。ジグザグにするのが難しいと感じる方はこんな感じでハケを縦にして側面を使って塗るとやりやすいです。もし境目が濃くなってしまった時はベースコートを使って軽くぼかすようにしてください。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。キャンメイクの N127 番を使います。ペーパーパレットと細筆も用意します。パレットはセリア、細筆はダイソー購入品です。N127 番をパレットに出して細筆になじませたら、親指の爪先にヨーヨーのラインを描いていきます。ゆるくカーブをつけながら2本くらい描いていきます。ラインの描き方はお好みで OK ですが、2本のラインが平行にならないように少し角度を変えて描くのが可愛いと思います。こんな感じ。使用した細筆は薄め液で拭き取ると繰り返し使えます。中指にも同じようにラインを2本描いていきます。震えすぎてガタガタになってしまいました。
ラインが描けたら1分くらい乾かします。ネイルホリックの WT080 番を使います。WT080 番で赤と交差するようにラインを描いていきます。最近本当に手が安定しなくていつも以上に震えてしまいます。ガタガタだけど気にしない。ガタガタになった部分はこの後ドットで隠しちゃいます。乾燥時間は取らずに次に進みます。もう一度 N127 番と WT080 番を使います。N127 番をパレットに出してドットペンにつけたら白のラインの上にドットを描いていきます。ラインの型付けが気になる部分に描くといい感じにごまかせます。赤いラインの上にはホワイトでドットを描きます。ドットが偏りすぎないようにバランスを見ながら白いラインの上に白ドットでも大丈夫です。そのまま次に進みます。ネイルホリックの SV041R を使います。キッチンペーパーに出して爪楊枝でホログラムを取ったら人差し指と小指の根元につけていきます。ちょっとしたアクセントに使いやすい乱切りホログラムです。少し手間ですが爪楊枝を使うことで厚塗り防止になります。薬指の爪先にもつけます。乾燥時間は取らなくて大丈夫です。仕上げにトップコートを塗りますが全体に塗る前にラインやドットの部分だけ薄くコーティングします。そのままトップコートを塗るとアートの部分がたまに滲んでしまうことがあるので薄くコーティングしておくことで滲むのを防止します。アートを引きずらないようにトントンと優しく重ねるようにしてください。コーティングしたら2分くらい乾かします。コーティングが乾いたら全体にトップコートを塗ります。いつも通りキャンメイクの後にネイリストを重ねて仕上げますね。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。ヨーヨーネイルの完成です。カラフルなヨーヨーも可愛いけど、今回は使うカラーを少なめにして大人可愛い感じにしてみました。この組み合わせならグラデーションも失敗しにくいですよ。使用したものをまとめます。右手は中指と薬指のデザインを交換して塗りました。利き手にヨーヨーの模様を描くのが難しい場合はグラデーションだけかピンク単色塗りでも可愛いと思います。夏祭りにぜひ真似っこしてみてくださいね。次回は7月誕生石のルビーネイルをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。またねー。